どうも古典エヴァンジェリストの坂本です。タイ全県制覇チャレンジャー4つ目はこちら。バンコク。言わずと知れたタイの首都です。タイ77都県の中で唯一の都です。バンコクびっくりするぐらい大都会で、イケてるモールとかめちゃめちゃおしゃれなお店とかいっぱいあるんですけど、そんな中でも本日の目玉はこちら。バンコク三大寺院。バンコクはタイ国内の中でも屈指の豪華さと歴史を誇る半端ないお寺がいっぱいあるんですけど、その中でも一番有名な3つのお寺を1日で回っていきたいと思います。それでは Vlog 入ります。バンコクシーロムエリアの自宅からタクシーで30分、ワットアルン付近の貸衣装屋さんに到着。タイの民族衣装がなんとたったの150バーツ、700円弱で借りれちゃいます。ヘアメイクやお化粧込みだとプラス300バーツ。今回は妻に加えて親友2人が日本から遊びに来ていて、僕は女性陣のヘアメイク待ちです。普段あんま見えひん光景なんでおもろいっすね。ワットアルン到着です。ワットは寺、アルンはヒンドゥー教における夜明けの神に由来し、日本語だと暁の寺という意味です。ちなみにこれは三島由紀夫の最後の長編小説北条の海の副題にもなっています。このお寺について語り出すとキリがないんですが、ご覧ください。この説明不要の美しさ。タイで僕が訪問した数百以上のお寺の中でナンバーワンと言っても過言ではありません。そもそもタイの中心がこの辺りになったのは18世紀後半、今から260年ほど前です。世界遺産で有名なアユタヤが王朝もろともビルマ軍によって破壊されて、新しく首都に選ばれたのがこの地域。アユタヤの次の王朝であるトンブリー朝の創始者タークシン大王が都を築いたのが首都バンコクの始まりです。着替えた民族衣装ともマッチして映える。映えない僕の鼻の絆創膏は2本でこけた時に怪我したせいです。タクシーで続いてやってきたのはタイの全寺院の頂点、ワット・プラケオ。現王朝の守護寺院でタイの至宝エメラルド・ブッダが祀られています。境内の壁一面に描かれているのはインド二大女子誌の一つ、ラーマヤナ。東南アジア全域で超重視されているお話で、タイではラーマ起源という名前で訳されています。特に白いお猿さんのハヌマーンが人気で、タイのいろんなところにいます。ちなみに現国王のラーマ10世のラーマはラーマヤナの主人公の名前。そんだけ重要なお話ってことなんで、タイや東南アジアに行く前にあらすじぐらいは調べといた方がお寺巡り楽しくなります。ほな説明しとけやって方向けに超簡単にまとめると、古代のスーパーマリオですね。主人公である王子の妻がさらわれて、その妻を取り戻す物語です。ただし千数百年以上前の作品とは思えないほどシリアスな部分もあるので、心してお読みください。壁画保全の現場に遭遇。こんな素晴らしい遺産を守ってくださりありがとうございます。そして本堂に参ります。ワットアルンとはまた違った美しさで、やはりタイの中でもトップクラスの豪華さ。なお、周りを取り囲むちょっとポップな金ピカの像はキンナラ。インドに由来する半人半獣の音楽の神様です。奥に鎮座しているのがエメラルド・ブッダなのですが、残念ながらお堂内は撮影禁止。
実はこの仏像、タイ北部からラオスを経由してはるばるバンコクまでやってきたという歴史を持っていて、昔ここにエメラルドブッダがありましたというのを売りにしているお寺がタイ北部にはたくさんあります。なお、ワットアルンにも一時期エメラルドブッダがいたようです。皆さんぜひご自分の目でその美しさをいつかご覧ください。このお寺、隅々まで豪華絢爛で見どころが満載です。ラーマ起源のラスボスの息子たちの像が守護するその先に王宮があります。こちらがタイの王宮です。さすがに立ち入りはできませんが、かなり近くまで寄ることができます。世界一裕福な王室と言われるだけあって、王宮も超でけえ。敷地内にあるカフェでチル。今日も暑いぜ。中国風の像も並んでいます。実は現王朝、チャクリー王朝は中華系のルーツを持っていて、前回の動画でもお話しした通り、タイでは華人文化の影響がかなり強いです。王宮を後にしやってきたのは、今回バンコク三大寺院の鳥を飾るワットポー。チャクリー王朝の始祖ラーマ一世の命令で建てられた由緒あるお寺で、タイで最初の大学とも言われています。ちなみにタイマッサージの総本山でもあります。ここの目玉は46メートルもある超巨大な黄金の涅槃像。涅槃というのは煩悩を捨て去り悟りの境地に至ることです。そんな境地に至ったお釈迦さんが亡くなる入滅のシーンを表したのが涅槃像です。なんかもうでかすぎて全身を取るにも一苦労ですね、これ。いやー、俺らちっちゃいなー。ここの涅槃像は足の裏の螺鈿細工も必見です。タイの仏教を表す108の絵が埋め込まれています。なお、足の裏がめっちゃ平たいのはお釈迦さんの身体的特徴の一つです。ついでに言うと、全身が金ピカなんもタイオリジナルではなくて、お釈迦さんの身体的特徴から来ています。像の隣で20バーツ払うと大量のコインがもらえます。これを108個ある壺に1枚ずつ入れていきます。なぜ108なのかといえば、それは仏教において煩悩が108あると言われているからですね。コインを入れていくことでその煩悩すべて消し去れることができるそうです。俺も悟り開きます。
はい、さすがにもう皆さん飽きてきたと思いますんで、カット。でもちゃんと108あったんで、ご安心を。三大寺院を回り終わってやってきたのはバックパッカーの聖地カオサン通り。三大寺院からもかなり近いのでセットで回るのに超おすすめです。南国風の服2着400バーツでゲットだぜ。うまそうなものとかお土産とか大充実。バンコクといえばやっぱカオさんですね。そしてバンコクといえばタイマッサージということで、坂本弘樹人生初のタイマッサージを召喚です。1人1時間450バーツ、2000円ぐらいのコースですね。カーテンで仕切ってくれるんで男女グループで行っても OK です。おーわマッサージ人生初体験最高です。サバイサバイ。マッサージが終わって外に出てみると辺りはすっかり暗くなり、ご機嫌な音楽が鳴り響く陽気な街にカオさんは様変わり。本当はここで晩ご飯食べてもいいんですけど、バンコク名物プーパッポンカリーを召喚です。ちなみに今回訪れたのはプーパッポンカリーの元祖ソンブーンのラチャダー店。他にもいろんなお店もありましたけど、プーパッポンカリーはソンブーンが一番です。他のメニューも何食っても超絶うまいですし、ウェブで簡単に予約できるんで、バンコクに行く方はマジで絶対行ってください。なお、プーパッポンカリーと相性抜群のカニチャーハンにはベーコン入ってたんで、こちらはムスリマの親友は食べられませんでした。映像で誤解する方がいるかもしれないので、一応ご注意を。以上、バンコクでした。バンコクは僕が1年間住んでた場所なんで、他にもいっぱい紹介したい場所あるんですけど、そのあたりはまた番外編ってことで小出しにしていければなと思います。最後に今回の公開ポイントはこちら。バン！マッサージ。カオさん通りのマッサージめちゃめちゃ良かったんですけど、やっぱりね、タイマッサージの元祖たるワットポーで受けてみたかったですね。もう僕が行った時間閉まっちゃってて、今度行くときは絶対間に合うように行こうと思いますけど、皆さんもね、ワットポー行くとき、もしマッサージ受けたいんであれば、時間にはお気をつけください。それでは次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。ショーステよ、旅へ出よう。